皆さん、こんにちは。まるちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。そして2025年新年明けましておめでとうございます。遅ればせながら本年もどうぞよろしくお願いいたします。年越しは皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。ご家族の方と一緒に恋人やパートナーと友人とはたまた私のように一人で年越しをされた方もいらっしゃるかとは思います。いずれにおいても皆さんにとって2025年も素敵な年でありますよう深く記念しております。実は私、年越しはタイのプーケットっていうところで過ごす予定だったんですけども、とあるイレギュラーがございまして、あいなく日本で年越しをすることとなりました。で、そのイレギュラーっていうのがこの後の本題に入る部分なんですけども、これまで1ヶ月ほどこのチャンネルをお休みさせていただきました。その理由にも含まれておりますので、合わせてご説明をさせていただければなと思います。で、まずはこの1ヶ月間、視聴者の皆様には何もお伝えせず、勝手ながらお休みをいただき、そしてご心配をおかけしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。お休みの期間中も視聴者さんからのコメントであったり、あとは DM から心配のメッセージをたくさんいただきまして、それを拝読させていただき、悲しい思いをさせてしまってたんだなっていうので、深く反省しております。それに加えて、そういったコメントをいただくことで、このチャンネルを好きでいらしていただいてるんだなっていうのと、あとはもうこのチャンネル自身は私だけのものではないと、やはり視聴者さんの支えがあってのチャンネルなんだなっていうのを改めて認識させていただきました。なので、こういったコメントをいただく方も含めて、きちんとご説明をさせていただく必要があるなと思いまして、配信させていただきます。で、少し余談なんですけども、そういったコメント以外にも、更新はお休みしてもいいから毎日オナニーしろよとか、あとは生存確認のためにケツ穴にしてくださいとか、そういった励まし、自分にとってはテンションの上がるコメントなんですけども、そういったのもいただけて大変嬉しいです。で、性欲に関しましては常に絶頂でございます。もう毎日暴発しておりますし、最近血液を覚えました。あとそれ以外に、彼氏できたんですかっていうメッセージとかもいただきまして、で、彼氏においては全くできておりません。誰一人できておりません。ご安心ください。ケツ穴確定ではございません。ちょっと余談が過ぎましたので本題に入るんですけども、事の発端が12月の初旬に食中毒にかかりまして、鳥のカンピロバクターという食中毒です。で、当然その原因っていうのもこれかなっていうのは理解してるんですけども、大学時代からのラグビーをやってる友人がいまして、で、自分自身が最近ラグビーにすごい興味を持ってて、当然選手のねお尻とか太ももを見るっていうのもそうなんですけども、何よりもルールがすごい面白いんです。それで詳しく話とかも聞きたくて、久々に会うっていうのもあったんで、鳥専門店のお店に行ったんです。それで翌日仕事中に頭痛めまい吐き気が同時に一気に起こって、倒れてっていう感じで病院に行って食中毒にかかってますよっていうことが分かりました。しかもね、そこで食したお店も1人2万円とか、まあまあ高い料亭でした。なんか損に損を重ねてしまってたんですけども、まあでもそれは致し方ないなと思いながら、それでも一両日、まあ2、3日ぐらいかな、お休みいただきまして、回復しました。まあ一つは体調不良です。で、もう一つが、機材トラブルなんですけども、自分が動画撮影に使っているのがほとんどスマートフォン、iPhone なんですけども、それが壊れてしまいました。で、食中毒にかかって、で、回復して、で、取りだめ出たものを編集するのが遅れてたので、じゃあ早速編集しようかなっていうので、編集する日にちとか時間っていうのが、自分やっぱ仕事柄とか他の予定とかで結構限られてる部分もあって、この日に編集しようと予定してたんですけども、それよりも前にスマートフォンをこの部屋の中で使用してたんですけども、何かの拍子で落としてしまいまして、当たりどころが悪かったのか画面にひびが入りまして、
もうそのまま使用できなくなってしまいました。なので配信する予定だった Vlog とかフリートークとか、あとは血液動画とかパンイチクッキングとか、そういうのをですね配信する予定だったんですけども、できずじまいということでちょっと配信が遅れてしまうなっていう状況に陥りました。見えます？こんな感じで割れちゃったんです。なんか強度高いっていうイメージがあったんですけど、意外と脆いんだなっていうので、もうバキバキにやられました。画面だけは光ってたんですけども、その後切れてしまって、何度も押してももう動かず、で Apple Care に持っててもダメですということだったんで、おじゃんになってしまいました。でその後 iPhone 16を購入しまして、で自分が欲しい容量とカラーリングだと1週間ぐらいかかるっていうことだったんで、年末は挨拶の動画をお送りできるかなとかいろいろ考えてたんですけども、で最終的には2週間後に届きまして、でもそれでも年末までには何か1本動画は配信できるかなと思ってたんですけども、その次に起きたことがですね、インフルエンザにかかりまして、体調不良2回目です。でクリスマスの翌日だったかな、木曜日っていう記憶はあるんですけども、A 型のインフルエンザにかかりまして、でこれがもうとにかくしんどくて、1月正月までずっと寝込んでました。およそ1週間近くですね。もう本当に何もできなかったですね。これまでインフルエンザにかかったのが2回あるんですけども、1回目は小学校の時であまり記憶がないんですが、今回のこんなにしんどいのかっていうのをもう肌身に感じて、もうちょっと心折れそうにはなったんですけども、で何がしんどかったっていうと、多分皆さんにかかったことある方はわかると思いますが、とにかく眠れなかったです。もう睡眠ができない。もうしんどすぎて疲れて眠たくはなるんです。でも寝ても30分後に目を覚ましてっていうのがずっと続いてて、なんか心身ともにストレスがあるっていう状況で、ただ自分体調不良の時でも食欲はあったんで、もうウーバーイーツ様々だったんですけども、あと性欲もありましたね。だから布団の中で寝込みながら X とかインスタの英傑してるお兄さん見ながら床にこすりつけて床にしてました。でこのインフルエンザでもうちょっと今年は配信できないなとメッセージもいただいてたんです。でもそれに対してもちょっと返信する気力もなくて、メンタルはね元気は元気なんですよ。でも体が悲鳴上げてるっていう状態だったんで、すごいね筋トレとかもしたいのにできないっていうストレスもあって、でももう諦めて、で待機とかも諦めて日本で年越しをすることとなりました。でも日本で年越ししてよかったと思います。久々に紅白歌合戦を見る機会があって、私の大好きな藤井風さんも出ましたし、同じ出身地のビーズの稲葉さん、ビーズですねの方も出演されて、もう心震えましたね。良い年越しができました。でインフルエンザも治りかけて、で仕事始めの時に事務所に行くことがあって、他の社員とかと年越し何してたんっていう話題になった時に、一人の部下が自分実は年末にインフルエンザにかかってっていうのを聞いて、で何日って聞いたら同じ日だったので、おそらく社内で蔓延してたのかなっていうところでございました。インフルエンザも収まって、で Vlog の動画とかも撮影しようとは思ってたんですけども、やっぱりお休みいただいた期間の中で惨めな体に、今もそうなんですけども、なってたので、少しちょっと鍛えてから、ある程度テンション上げてから Vlog の動画を撮影して皆さんにお届けしようっていうことで、1月末ぐらいの配信という形になってしまいました。申し訳ございませんでした。なので今は心身ともにテンションマックスでございますので、これからまた定期的に配信の方もしていきたいと思います。本当は年始にやりたかった企画とかもいくつかあったんですけども、それもちょっとできずじまいと、来年の持ち越しということなんですけども、それ以外にも新しい企画とかにもチャレンジしたいなと思っておりますし、今現在進行形でそういったのも撮影済みでございますので、お楽しみにいただければなと思います。
で、あとは今年の自分自身の目標ですけども、何度もこの動画で言っちゃってますけども、最近血液ということで、本日の動画は以上となります。バイバイ。